Meshtabi. Season 4. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo no Asa Gohan 10 des. それでは早速、Let's get it started. 1. Kita Niju Nana Jo Nishi 3. Chuka Soba Wusagi. 焦げなところに朝ラーの行列ができてるとは知らなんだ。北27条の住宅街に朝も早から行列です。寝起きのサンダル夫婦から子連れファミリー、旅人ライダースまで幅広い層の方々が朝ラーで大集合でございます。なんとも朝ラーの上りに森住製麺ってのが嬉しいじゃござんせんか。子連れファミリーが多いのに驚いたね。ああ、でも食べて納得ですね。子供にも安心して食べさせられる、そんな印象の優しいラーメン。追いがつおが気になって仕方がない。常連っぽいご夫婦かな、不倫かちょっとわかんないけど、2人で同じ追いがつお頼んでたからさ。あら、いやー、美味しかったっすね。札幌煮干し中華そばで一番好きかも。ここ濃厚煮干しの美味しい店は何軒かあるけど、あっさり系はここ好きだな。背脂入ってるけどあっさりいけんの？いける。また森住さんのこういうタイプの麺初めて食べたけど、こういう麺もうまいね。こういうってどういう？低加水っぽいストレートの細麺なんだけど、伸びづらくコシがある感じ。高水プリップリのイメージだけどね、森住さんは。だのさ、愛がありますね、この一杯のラーメンに。シナチク一つとってもこんなでけえのいらんしって思う中で、これがうまい。シナチクでおでにうまいって言わせた店は札幌に2軒しかないからね。あれ、どこだっけ？試運亭。はいはい。試運亭はキクラゲまで美味しいのよね。んだ、北海道とか札幌らしいっていう感じではないラーメンだけども、関東でも戦える中華そばかと思います。 2. Manami Ichi Jo Nishi 22. Fangs Miluyama. 裏参道にありますファンズさん。以前町中華でご紹介した本格台湾料理がいただけるお店。おかゆモーニングってのがずっと気になっておりまして、裁縫でございます。前は確かルーローハン食べたんだっけ？そう、ルーローハンもめっちゃ美味しいんだけどね、ランチでも人気だという季節の中華粥1400円を、なんと毎週日曜日の朝8時から10時だと1100円で食べられちゃうんです。あんりゃまあ、これは嬉しいサービス。朝粥自体がなかなかないからね、ジャパン。ねえ、今回は夏バージョン。トウモロコシのおかゆに9種類の副菜がついてきます。ってことは季節によって変わるっちゅうことかい？あ、季節の中華がいいだもんね。はい。春夏秋冬でおかゆの具材と副菜も変わるんだって。しかし9種類も副菜があるとはめっちゃ豪華ですな。これで1100円はいいわ。おかゆにおかずが入ってんのっていうのはね、なかなかないからね。そうなの。日本のおかゆと違って具もそうなんだけど、しっかり味がついててね、鶏ガラスープ、コンソメっぽくて洋風っぽくも感じるおかゆさ。あ、そうなんだ。副菜のピリ辛の高菜、パクチーにナッツがグリーンのお気に入り。珍しいのがさ、揚げパンにピータンもあって。あ、ヨーティアもあんだ。さすがですな。そうなんです。小さいけどね。小さい言うな。揚げパン言うても砂糖まぶしじゃないでしょ。風みたいなやつね。そうそう。他の副菜も混ぜて食べても、箸休め的につまんだりでも自由に食べてくださいってお店の方が教えてくれたよ。これっていう台湾流とかの食べ方はないんだって。フリースタイルでいいってわけね。はい。ちなみにおかゆはおかわりできちゃうのでね、皆さん朝から結構たくさん召し上がっていました。ここは何食べても美味しい、本場台湾へ行った気分になれちゃうお店なんです。近所にあってよかった。本命の小籠担保もいただかなきゃね。賛成。 3. Kita Juni Jo Nishi 20. Sushi no Wu O Masa. 札幌中央卸売市場に隣接した札幌朝市の中にあります魚政さん。朝6時半から営業、カウンター9席のみながら、今や予約なしでは入れないという大繁盛店。はい。ダメ元で様子を伺いに来てみると、ラッキーなことにたまたま一人入れましたんでね。
そりゃグッドタイミングでラッキーだったね。なんでちゃちゃっといただいちゃいました。カウンターに注文用紙があるので記入して渡すスタイル。カウンターには醤油も小皿もなしのスタイル。最近多いのかなこれ。ね、最初寿司下駄しかなくって動揺しちゃった。このタイプは魚政さんと小樽にある伊勢寿司さんでしか見たことないよね。そうでしょう。こちらは全てのお寿司に煮切り醤油が塗られてっからいいね。醤油つけすぎて後でむちゃむちゃ喉が渇くなんてこともないからね。寿司醤油とも呼ばれ、寿司屋じゃ当たり前のコンコンチキに使われてる醤油だね。煮切り醤油は分かったけど、コンコンチキって何？次の質問どうぞ。別に次の質問はないんだけど、この質問に答えてほしいんです。次の質問どうぞ。なんじゃそりゃ。ね。どれも新鮮なネタで美味しかった。特にホッキに感動しましたね。苫小牧さんのグリーンを感動させるホッキ？ホッキですか？マジホッキ。すんごいの。口当たりがふわっこりと初めての食感。ふわ？ホッキが？そうなの。びっくりでしょ。多分隠し包丁の入れ方だと思うんだけど、いや感動するよね。ジャパニーズ板前さんのこういう技術って。それをこんなリーズナブルなお店で体験できるのは嬉しいね。え、市場ってことで間違いなくネタよし味よし厚みきよし、しかも安い。今度は腹ペコで行ってがっつり行かせていただきたいわ。でもふわっこりのホッキ食べたいな。美味しいよ。そういえば苫小牧といえば会津ホッキーも盛んですよね。言って。4. Kita Niju Nijo Higashi 8. Bikuli Donkey. お盆でどこも激混みってことで仕方なくびっくりドンキーモーニング初体験に来てみたら、モーニングメニューのみなのに混んでてびっくりドンキーねえ。次々と我々のような中高年ご夫婦がやってくる。今やビッグドンは中高年のたまり場。若い人はあんまりいないね。時代は変わったわね。こんな未来誰が予想できたでしょうか。はいはい。タッチパネル注文に配膳ロボね。マジ SF 映画の世界だね。ねえ、普通にロボットが配膳してる。補助じゃないのよね、もはや。たまげだね。でもビクドンさんいつの間にモーニング営業してたのかしらね。知らんかった。ねえ。かわいい 100g ミニマムバーグ、ミニチュアレギュラーバーグティッシュみたいなおままごつサイズ。朝にはちょうどいいサイズなのかもね。他にも朝食の定番 TKG まであんだね。これがまた SNS で美味しいって評判になってるらしいんだよ。さすがね。便利なんじゃないこれね。私はトーストシリーズからポテサラチョイス。パンの美味しさにびっくりドンキー。下手な高級食パンより超美味しいんですけど、このパンねえ、買って帰りたくなる美味しさだったね。さすがはびっくりドンキーさん。焼き加減も絶妙だし、耳のカリッと具合がたまりませんね。これパンだけ売ってくんないかな。これはまたぜひいただきたいですね。馬も来たのかな。バレた。5. ニューヨーク Manami Yojo Nishi 6. The Centurion Sawuna Rest and Stay. 朝風呂行きましょうってことで、すすきのの外れに新しいサウナができたっぽいということで早速と思ったら、なんでなの？男性専用ガーンってことでおいちゃんが体験に行ってまいりました。くそ。あれ、現地に着きましたところ、なんと以前からおいちゃんメンバーとして通っていたサウナの場所でした。リニューアルっていうか生まれ変わりというか経営が変わったのかな。そうなんだ。ちょっと前のサウナの名前を忘れちゃったんだけど、このセンチュリオンサウナは去年まで南6条西3丁目にあったようなんです。それが移転した形なのかな。その時は知らなかったんだけど、かなりサウナーたちの間では好評のサウナのようですね。そして噂通り至れり尽くせり具合は過去最強のサウナでしたよ。ここそんなにすごいんだ。サウナーの診療うまくついてきてますよ。ここまずサウナはね、以前通ってた時はサウナが超ヘボかったんだけど、フルリニューアルされてて最強サウナに生まれ変わってましたね。なんとメトスとハルビアのストーブがスタジアムサウナの両サイドに鎮座。両サイド？ステレオサウナストーブ？そう、オートロウリュなのはもちろんセルフでも水かけ OK。 ハルビアはね、
メトスの方は水かけ禁止なので注意が必要です。なんかややこしいねそれ。ねえ、水風呂はゆったりサイズの15度ぐらいのやつと、黄金体験超冷水風呂 6.7 度ってのがあって、もうカッチンコッチェ。 6.7 度やば。マジ痛いからこれ。痛い痛い、もげる。何が？いろいろ。ビルの上階だから外気浴スペースがないのが厳しいところだけれども、露天風呂風の窓が開放されているスペースでとりあえず整うことができます。浴室内だけどリクライニングチェアもたっぷり配置されてるし、あれアッチスタイルさ、ホースでチェアに散水できるスタイル。はいはい、西は比較的当然のようにそうなってたもんね。いちいち桶でお湯汲んできてこう流さなくていいようにね。あと氷のぎっしり入ったアイスボックスがサウナの扉の前に置いてあって、マイドリンクを冷やして置いておけるんだ。便利。宇宙内に自動販売機が置いてあってね、リストバンドですっぽんぽんのまんまピッて買えんの。それめっちゃいいじゃん。っていうのも初体験で、他にもいろいろあるんだけど長くなるので割愛。なんだかすんごいいいね。ゴシゴシタオルも使い放題だし、シャンプーもいろんな種類のが置いてある。これはいいサウナだ。いいね。私もいいこと。その前に生やさなきゃね。あ、そうだった。男性専用だった。2時間とちょいと物足りない時間ではありますが、超スッキリして帰ろうと思ったらまさかのエレベーター点検中かよ。ここ何階？8階。キャー。また汗ばむの巻でございました。もったいな。6. Kita Juni Jo Nishi 20. Sui Naka Shock Door June Low. こちらは完全に市場場内に入る形なので、ややハードル高めの食堂。管理センターで手続きしたり、結構行き方はむずいのよね。駐車場のガドマのおじちゃんに聞いた方が早いね。そうだね。受付を済ませお店へ向かうも遠い成田空港かバリの通路を行く広いね市場って。道に迷いつつやっとこの思いで到着。ここ完全に仲買のおいちゃんたちが飯を食う場所。朝5時からやってて、仲買さんの番号札のついた帽子のおじちゃんたちが仕事の話やゴルフの話をしながら朝ごはん食べてる感じ。ハードルをクリアしてたどり着いた観光客もちらほらといった感じでしょうか。ってことで海鮮丼を注文しました。ネタ自体はさすが市場ってことでしょうか。ボタンエビがドーンと、イクラがパラパラですが、これはお得？そうだね。ボタンエビが乗って2000円前後の海鮮丼ってのはあんま見たことないかも。この海鮮丼が2000円で安く感じるっていう恐ろしい時代になっちまいましたね。そうだね。社員食堂みたいな感じなんでね、いろいろ雑なところはあるんですが。そうね。細かいことは置いといて。島ホッケがあるのはさすがですね。島ホッケ派には嬉しい食堂。そうだよね。ホッケは北海道だけじゃなく、青森県から山口県までの日本海沿岸と、青森県から紀伊半島南端熊野灘までの太平洋沿岸に広い範囲で漁獲される迷彩柄っぽいホッケだけど、島ホッケは北海道以北の寒い海域でしか取れない脂の乗った虎柄のような縞模様のホッケ。脂っこいの好きなおじさんやピンクレディーはミーハーのおじさんには島ホッケがおすすめね。中トロやロースやサーロインが好きな方にはこっちの方が合うんではないかなと思います。ただ島ホッケいただけるお店少ないんでね。そういえばあんま見ないね、島ホッケ。だのさ、美味しいのにね。釧路の鮭番屋のが最高っす。美味しいね。7. Today's Katsu Curry. Kita Ichi Jo Nishi 3. My Curry Shock Door. 皆さんもあれですよね。目が覚めたら無性にカツカレーが食いたいってことあると思うんですけど。ない絶対ない。100歩譲ってカレーやスープカレーやスリランカカレーはあってもカツカレーはないわ。そう変わってるね。いいえ、それが普通だと思います。ってことで安心してください。寝起きにカツカレーが食べたい時にその希望を叶えてくれるお店がこちら。
マイカリー食堂朝6時からカツカレー行けます。って松屋チェーンじゃん。いやそうなんだよね。なかなか朝からカツカレーが食べれる店ってないんだよね。探したんだけど。そりゃそうでしょ。誰も食べないからカツカレーなんか朝一に。そう。まあ苦し紛れのラインナップになったのは認めます。どうもすいません。逆に教えていただきたいですね。朝カツカレー行けるお店ご存知の方いらっしゃいましたら。ご存知の方いらっしゃいましたら情報お待ちしております。でもあれですよ、ココイチの独壇場カレーシェア争いに風穴を開けるとしたらマイカレー食堂かもしれませんよ。安いしそこそこいける。だけどもこのカレー好き嫌いがはっきりしちゃうかもしれないですね。もうちょい公共性のあるカレーにしたらすごいと思うんだけどな。あれ、そんなに癖強だっけ？ニンニク結構効いてるっしょ。あでもここ松屋との併設店だからいろんな定食があるから超便利だよ。すすきの店は24時間営業だしね。謎のパネーンカレーって台風のカレーと欧風ビーフってのもあるからどれか好みのやつがあると助かるんだけどな。こちらのカレーも後々クリアしていきたいと思います。これゴルフに向かう途中にあったらいいのにな。街の中じゃなくって。あー、いいかも。毎回コンビニか吉牛じゃ飽きるっちゅうの。だよね。8. Kita Juichi Jo Nishi 22. Nuelis Japones Tokuichi. 初めて来た頃は余裕で入れましたが、かなりハードル高めのラーメン屋さんになりました。こちら今や超人気店にお盆休みも重なり、オープン前からこの行列。ミシュラン星一つですの札幌フレンチの名店ル・ミュゼが監修するラーメン店、そしてイタリアン出身のオーナーシェフが作るラーメンという神出鬼没のラーメン屋さんに皆さん興味津々なのでしょうね。国内はもちろん海外の観光客もいっぱいでしたね。すごいですね。ということでリードオフの塩と醤油は経験済みの飯田ビーズ、おいちゃんは初のマンスリーヌードルをいただきたいと思います。今月は油そば。あれ、麺が泡吹いちゃってるよと思いきや、なんと麺の下に美味しいのがいろいろかくれんぼしておりました。よーく混ぜてお召し上がりくださいって言われたんだけども、絵面的に混ぜたらあかんと思ったんでしばらくは混ぜずにいただいてみます。はい。これ徳一さんにしてはしっかりとしたコクのある醤油味。これはどんなタイプのラーメンニストも Raminus. 虜にする味ですね。ラーメニスト？椎茸の風味がポワーンといい仕事してますね。徳一さんの麺が好きなんだよ。これうまいっしょ。ラーメン麺というよりもほぼパスタですかみたいな感じよね。これ美味しいねえ、朝9時からってのも嬉しい。いっぱいいっぱいしっかりと作られているので普通のラーメン屋さんより時間がちょっとかかりますが愛を感じるラーメンがいただけます。塩も相変わらず美味しい。札幌のラーメンって感じではないけど、札幌にはなかったタイプ、中華日本にはなかったタイプのラーメンね。ニューヨークにありそうな逆輸入ラーメン、そんなラーメン。行ったことないんでね、イメージです、イメージ。新時代を感じさせる革命的ラーメンです。9. Manami Yo Jo Nishi 5. Sapporo Tokyo Ray Hotel. すすきのど真ん中にございます。こちら東急系列さんのホテル、元東急インといった方がピンとくるでしょうかね。結構下手に朝一行くよりいいってホテルの朝食バイキング増えたけども、はいはい。泊まりの場合は結構お得感あるんだけどさ、ビジターで行くと今や4000円前後しちゃってるんよね。朝食としては予算オーバーでしょ。4000円あったらいろいろ食べに行けちゃうもんね。ウニ丼食えるっちゅうの。ってことでそんなホテルの朝食の中でお値打ち感のある懐かしの東急さんをチョイス。最近のホテルの朝食もバカになんないっすからね。はい。函館のラビスタベイがイクラのかけ放題みたいなのやりだしたのがきっかけかな。やっぱラビスタの朝食はいいよね。はい、私は初東急さん、北海道産食材を使った和洋ビュッフェにデザートにフルーツ系と充実しておりますね。サラダも外食ばかりの我々にはありがたい。
とりあえず一通り取りすぎちゃうよね、ビュッフェって。そうついつい取りすぎちゃう。とりあえず洋食系攻めの海鮮丼もいっとかなきゃってね。で海鮮具合はどうだったん？さすがにラビスタみたいにはならんわね。2500円だからこんな感じ。でも十分よ、朝食としては。でも今じゃ結構海鮮系朝食充実してるホテルあるから、そういうホテルを狙って宿泊した方がいいわね、やっぱり。そうしたら朝観光客ホイホイゾーンで行列に並んだりすることもなくスムーズに観光できるもんね。ただコロナ明けの北海道のホテル料金すこぶる高騰しております。そうみたいね。軽く倍にはなってますね。あっちゃー、だからレンタカー車中泊が増えてんのかな。かもね。10. Minami Sanjo Higashi 1. Gangneung。二条市場のすぐ裏手、観光客ホイホイゾーンに近い場所だけど、ホイホイ屋さんとは一線を画すお店ね。韓国客ホイホイ屋さん。ここは良心的でしかも上ネタの海鮮がいただけるんです。ご存知の通り方々でいろいろ食べあさっている飯旅ーズですが、こちらは二条市場のすぐ裏という観光客がうようよしている立地的に恵まれた場所にありながら、とても良心的に美味しい魚を食べさせてくれるお店なんです。そうなの。じゃん、刺身定食 C ってや、これすごいよね。マグロの質でお店の心意気が伝わってきます。マグロオブザイヤーのマグロだったでしょこれ。そうそう。マグロオブザイヤーっていうのはマグロ好きな私が今年食べたマグロで一番だったってことね。北海道はマグロイメージないかもだけど、この間二条市場の人が飯食いに来てたからね。そうそう、イカ刺し食っとった。うまそうだったあれ。こちらの焼き魚も美味しいけどやっぱ刺身ね。いや焼き魚も美味しいよ。銀だらだって1000円以下で食べさせてくれる店ここ以外知らないもんね。しかも本当にいいものを食べさせてくれるお店だと思います。昼前に閉店してしまうってこともあるというのがその証。要するにその日仕入れたものがなくなっちまったらもう商売しないっていう心意気でしょ。昼ご飯時に閉めないもんね普通。そうだよ。でも似たような店やってたんだけどそんなこと考えたこともなかったからね。でしょうね。でも最近のオーバーツーリズム具合、行列具合から言って値上げしてしまいそうで心配なんです。だって安いもんね。でも朝飯の予算はこんな感じっしょ。このままのスタイルが長く続くことを切望する飯旅ーズなのでありました。お出が札幌へ観光でもし来たならやっぱ朝ラー行くかな。私はお寿司かな。中央卸売市場界隈で寿司&ラーメンはしご行けたら最高じゃね。いいねそれ。昼はスーから夜ジンギ。完璧。次回の飯旅はガチでまた食べたいだてとや界隈 the best です。お楽しみに。 See you soon. 朝食を食べれる店っていうのは結構観光都市札幌ですがあるんだけども、魂のこもった朝食っていうのはなかなかないと思うんですよね。やっぱり朝食を食べに行く人たちってツーリストが多いから、どうしても海鮮丼とか、ウニ丼だよとか、ちょっと高いですよね。びっくりするぐらい高いよね。二条市場の海鮮丼とか高いね。また上がってたね。いや北海道来てそんな高い海鮮丼食べないでって思うけども、確かに海鮮食べたいけどあんなに丼食べたいと思わないよね。朝から普通に考えてさらっとね、1500円ぐらいのがいいとこじゃないのかなって思うけど、なかなかないんだよそれがね。全部乗っけちゃうから。ちょっとその2泊3日札幌旅みたいなコースだと小樽札幌が関の山だからね、なかなか美味しい海鮮丼が食べれるところには到達不能かと思われる。確かに、結構ほら日本中で朝食も食べてるじゃない、あんま記憶に残る朝食ってないよね。その海鮮丼みたいなやつはさどこで食べても一緒っていうか似たようなもんだしさ。確かに北海道が一番高いんじゃねえかっていう
うん、それは本当に思うね。う昔お客さんに言われたことがあるな。ん。あ、そう。うん高えぞって。関西のお客さんに北海道何でも高ないって言われて、何でも高い、マジで。だから真顔ではいって言っといた。でも探すとね、いくらでも安くまだね美味しいものが食べれるところっていうのあるからね。はいどうですか、そので日本中回って朝食、忘れられない朝食をあげるとしたら、もうここ最近ですとあれでペニーレーザン、やっぱりそうでしょ。はいやっぱベーカリー系になってしまう。ね。まあお値段もそれなりに手頃だし、うん。そんなに重たくなくっていうのだ。 1ミリも海鮮っていうのは思い浮かばないよね。そうですね、基本まあどれだけいい環境で朝のコーヒーを飲むかっていうところかなっていうの。コーヒーかだ紅茶か。せっかく北海道来たんだったらね、大自然の中でコーヒーをそうだね、素晴らしい景色を眺めながらっていうところがあるといいと思うんだけど、それもなかなかないんだよね。そうだね、そうそう。だから結局あれでしょ、帯広の麦音ぐらいでしょ、北海道でそれを可能にしてるのは。そうか、そうだね、確かに。丸山公園とかさ、中島公園なんからへんにあったらいいよね。いいね。中島公園ってあんなに素敵な公園だったんですすね。ごいいい公園だよね。ボート乗り場のところにね、ちょっとこじゃれたそうベーカリーカフェとかあったらすごいよね。すごいいいよね。どうですか、おじさん。いや、ぜひ提案したいですね。もうやるのはもう引退させてください。どなたが興味のある方どうでしょう。ねえ、雲海テラス星野リゾートがあんなトマムでそうですね、あれだけの人を集客してるのにさ、なんかカフェある雲海テラスはカフェだったから良かったと思うんだよさ。最初の星野さんの仕掛けがああ、一発目があそこでモーニングコーヒーを飲むっていうコンセプトでしょ。いっぱい600円とか、700円とか。そんなバカみたいに高くなく、いやそれちょっと飲んでみたいなっていう気にさせる、今はさちょっとなんかやりすぎちゃってて、そうだね、ゴペゴペしちゃっててっていうホイホイになっちゃってるからほいほいいっちゃうよ。もうちょっと自然がやっぱり北海道売りだと思うんだよな。確かもう岩山の山頂からの眺めなんかも素晴らしいからさ、ねえ、朝っていうのは狙いね。だから仕掛けやすい。いや本当に何人いました、雲海テラス朝5時。いやーもうわからん。1000人ぐらいだね。まあよくねあんなさばいてらっしゃる。冬の札幌国際でもあんなに人はいないよねもう今いないんじゃない。っていう話、誰か仕掛けたらいいんじゃないですかね。はい。こんなにたくさん観光の方いらっしゃって、でもまたコロナの感染者が何人ですとかニュースでやりだしましたね。いや、そうですね。何やらしいですね。嫌な雰囲気になってきました。